7月6日、今日は僕たちが前から計画していたチャレンジの日でした。それはもんじゃ焼きのお店に行くことです。アメリカにいた時に2人でもんじゃ焼きの動画を何度も見ました。作り方も見た目もとてもユニークです。箸じゃなくてヘラで食べるのも面白いです。作り方は頭に入っているけれど、店員さんの言葉を聞き取れるかどうかが心配でした。そのお店はとても日本らしい和風の見た目でした。古い木に墨で書かれた看板がとても素敵でした。僕とアレックスはその雰囲気がとても気に入りました。お兄ちゃんたち旅行かい？後ろに並んでいたおじさんが僕たちに話しかけてきました。はい、そうです。旅行です。と僕は答えました。旅行でもんじゃ焼きを食べに来るなんて珍しいね。とおじさんは言いました。せっかくだからとその人はお店の前で僕たちの写真を撮ってくれました。ありがとうございます。と僕たちは丁寧にお礼を言いました。ええよええよ。とそのおじさんは手を顔の前で振りながら笑って答えました。ええよってなんだろう。方言かな？そういえば新幹線の中でも大阪駅で迷った時も誰かに声をかけられたな。みんな優しかった。大阪は話好きの人が多いのかもしれないです。お店の中に入ると鉄板のある席に案内されました。靴を脱いで座敷に上がったところにそのテーブルはありました。アレックスはびっくりしていたけれど、僕はお好み焼きのお店と同じタイプだと思って冷静にいることができました。僕の方が日本での経験が多いです。店員さんは作り方のイラストが描かれた紙を僕たちにくれました。わからないことがあったら呼んでくださいね。店員さんは多分そう言っていました。アレックスはわかっているのか
わかっていないのか。とりあえず首を縦に振っていました。店員さんが材料を持ってきてくれました。いよいよスタートです。銀色の容器の中の材料を混ぜて鉄板の上に流しました。僕たちは素早くドーナツ型を作らなければなりません。動画と違ってとても難しくて、二人とも笑いが出てきました。僕は三角、アレックスは蛇みたいな形になりました。店員さんが来て、難しいですよね、と言いながら、僕たちの形をささっと直してくれました。アレックスは壺に入ったみたいで、ずーっと笑っていました。面白かった。変な形の写真を撮っておけばよかった。あとは残りの材料を真ん中に流してヘラで少しずつ取って焼きながら食べます。暑すぎて二人とも舌をやけどしました。慌てて氷水を飲みました。まためちゃくちゃ笑いました。もんじゃ焼きはおいしいけれど、かなりレベルの高い料理だと思いました。動画を見るだけじゃわからなかったことです。実際に経験することは大事だなぁと思いました。それにしてもアレックスと一緒にいると本当に毎日にぎやかです。最高の友達です。今日の出来事は一生忘れないだろうな。この回は作者の私も特に好きな回です。友達と旅先でわちゃわちゃ、最高ですね。彼らの旅が今後も素晴らしいものになりますように。ではまた次回のお話でお会いしましょう。